うわダメだな、これは。雨入っとるもんな、もこちらは外壁塗装のリフォーム現場です。ベランダの外壁の幕板部分がひどく傷んでいて、とても悩ましい状態です。う。もう取らなあかんの。サイディング材が雨を吸ってボロボロになっています。部分的に交換して塗装すれば見た目は良くなるのですが、うわ濡れてるわ。根本的な解決にはなりません。なぜベランダの外壁だけが劣化してしまったのでしょうか。完全に腐っとるな、これな。傘木の中に雨が侵入しています。木来てないかもね。原因を探します。ほら出てよ、もう。これかぶってないから。こっから雨が入ってるからね。水切りをいちいちここにもう伸ばしちゃったら。どうやら元々の収まりに大いに問題がありそうです。外出てるよ、ここに。下地の状態や工期と予算等によってどこまで解体し、どのように直すかが変わってきます。サイディングでもなんかめくるはめくった方がいい気もしてるな。この下の星はいるね。だからこれ取ってみて一回。でこれももう怪しいね。こんだけ。塗装がすでに始まっているため、あまり悩む時間はありません。実際に壊してみないとわからないこともありますが、一度壊したら一気に工事を進めるしかありません。考えるだけでは埒が明かない、そんな状況です。幕板以外にも問題がある箇所が見つかりました。ああ、もうこんなのふわふわだね。水が入っちゃって中がすごいボロボロになっとるもんで、いやでもう悪くなったところは全部取ろうかな。今日はね、探りながら外していこうか。ベランダに雨入ってること多いよね。これはさ、特に直張り工法って言って、うん。中が濡れちゃうとうん湿気が溜まっちゃって逃げ道がないんだよね。うん。直張り工法とは、防水シートの上から直接外壁材を貼る工法です。外壁材の内側に空気が入らないため、湿気や雨など入ってしまった水分がこもり、外壁材や下地が劣化するリスクが高まります。そんな直張り工法は2000年に禁止されました。現在の新築住宅では外壁材と下地の間に通気を取る施工をしなくてはなりません。1990年代に建てられたお家の多くに直張り工法が採用されたため、今その外壁の劣化に悩む方が増えています。生きてるけどこれは取りたいね。これ幕板取ってどうするんですか？幕板取ったらこれみたいにさ、これみたいに？幕板の裏のサイディングは水を吸っているので撤去します。でこれだけまた3等板を持ってきたんで下地として貼る。三等板って何？養業系サイディング、これと同じ素材、まあ取って戻すと。でこの傘木も全部取っちゃう。これも取っちゃう。あ、取れてる。カパカパだね。あらら、もう浜じまい悪いから下地して蓋して全部ガルバリウムで貼っちゃいます。今回は傷んだ部分を修繕し、その上からガルバリウム鋼板でカバー工法を行うことにします。
アイスマン取るや。寒い。寒い。やっぱ30度超えないと寒い。まだ早かったね。ちょっとここの幕板を今から取りますね。はい。ベランダ以外の箇所の塗装工事がすでに終わっているので慎重に解体します。一般的には直張り工法の外壁には塗装はおすすめできないとされています。通気が取れないサイディングに塗装をしても、中に水が入ると表面が膨れたり剥がれたりすることが多いためです。トイがあるからね。こちらのお家は直張りですが、ベランダ以外は目立った劣化はなく、しっかりしていたため、他の部分は塗装できると判断しました。直張り工法の場合、外壁の張り替えが必要だと考えられることが多いですが、建物の状態やそれまでのメンテナンスの状況、予算などを総合的に考慮し、必ずしも全面張り替えが唯一の選択肢とは限りません。幕板を取り外すことができました。次に雨を吸ってボロボロになった養業系サイディングを撤去します。すごいね。これサイディングがこんなんだよ。これはもうダメだわ。悪い部分だけを間柱がある位置でカットします。これ全部取ろう。あ、売れてる。ミルフィーユみたいな感じに。うん。どうですか、調査者さん。これはね、日波のモノサイディング。アスベスト入ってないやつ。入ってない。雨が入り込んで多少の痛みはありましたが、思ったほど深刻ではなく安心しました。大丈夫そうだね。もし下地や構造材が腐っていた場合は、工事方法を急遽変更しなければならず、いろいろと大変なことになっていたと思います。いいかな。次に金属のかさぎと手すりをどうするかを考えます。やっぱ外したい。外したいな。本当はかさぎはうまく残して水切りをこうつけて、で壁が吹くような感じで収めるのが一番楽なんだけど、既存のかさぎを残す方法だと新規の壁の方が前に出てくるため、このように水切りを入れて雨の侵入を阻止します。どうせなら既存のかさぎを取り、新規の外壁材をかぶせた後、こんな風に新しいかさぎをかぶせるのが理想です。やっぱね、雨じまい悪いし、また雨が持ったらさ、せっかくこんな頑張ったのにさ、だからまあこれ取っちゃいましょうか。外壁や屋根のリフォームで一番気をつけたいのが雨じまい。一から新しく作る場合とは違い、既存の建材との取り合いをどうするかは、それを手掛ける工務店や会社によって違いが出るところでもあります。グラグラだから触ったら落ちちゃうね。はい。掴んだらかい。はい。今回、かさぎ自体は何の劣化もないため、撤去するのがもったいない気もしますが、見た目にも物理的にもより自然な収まりにするために外します。
解体すると普段見ることのできないいろんな部材を見ることができて楽しいです。この笠木のかぶりが浅すぎて雨がくぐって中に入り込み、ベランダが朽ち果てていく、そういったケースもよく目にします。他の人が建てた建物の構造を外から推測しながら工事を進めるのがリフォームの難しいところです。壊してみたものの特に問題がなかったということも起こり得ますからね。次に風抜き穴の格子を外します。遠回りしたからもう無理やり抜きます。今回の雨漏りの原因はここなん。ここ穴開いてる。これね、穴開いてるんじゃなくて FRP の立ち上がり。上まで行ってないね。うん。こっからもうその雨水が入っとった感じやね。どういう仕事されてたかな。天場勝ちにするとよかったんだね。ここにコーキングを打ってないから、これじゃあもう水くぐっちゃうんで、だいぶ。今回の雨の侵入の原因は、ベランダの FRP の立ち上がりの高さ不足と、笠木のかぶりの浅さによるもののようです。ここの穴はなくなるの？もうね、なくす。もう一回やろうと思ったら活かせるけど、もうそんなコテコテしてまた雨が入るみたいな感じで、もうかぶせた方がいい。リスクはあるってことだよね。そう。解体した際に足場に溜まったサイディングやアルミの笠木などの廃材を下ろします。こういう時は2人いると楽ですよね。次サイディングの撤去の準備するわ。お昼の休憩です。近所のスーパーで買ってきました。なんかすごい組み合わせです。いつも充電式冷温庫を自慢してきます。そして冷却グッズの自慢です。意味なくじゃそう。次は空調服の自1時間慢。ぐらいかかっとるんだけどさ。冷却ベストも装着してきたようです。ん。なんか変だよ。なんかね。あれ？付け方がおかしい気がする。もうこれは。あれちょっともう一回背負ってみて。俺なんか違ってたよ。こうじゃない。そうじゃないです。ここがさ、うん。肩のとこに来なきゃいけない。あ、だからその付け方はブラジャーです。あ、本当だな。あ、本当だ。面白かったけどね、絵的に。流さんといてよ、YouTube に。うん。足らんね。格子があった箇所を塞ぐための壁の下地を作ります。釘が
全く効いていないようです。端の部分は長年の雨漏りで腐食が進み、内部がスカスカになっているようです。ベランダ防水の立ち上がりにも干渉する部分であるため、ここは工事が広がることを避けて、今回はあえて補修せずにそのまま下地を組みます。下地は格子状に組むので強度的には問題ありません。本来ベランダの風抜き穴は風通しを良くする以外にも防犯上のメリットもあるようです。今回は風通しと防犯のメリットをあえて捨て、雨漏りのリスクを減らすことを優先しました。できればビスを使いたいところですが、スピードを重視するカズさんは釘打ち機を多用します。要所ではビス止めを取り入れるような感じですね。久しぶりに 90mm の高圧鉄砲を使いましたが、ちょっと調子が悪いようです。結局ビス止めになりました。FRP の立ち上がり部分の合板下地も腐っていました。できることなら全面的に直したいところですが、今回は必要最低限の補修にとどめます。変成シリコンで隙間を塞ぐと同時に、一部腐ってしまった FRP の下地にも注入しました。これをステコーキングと言ったりもします。その上から防水テープを貼ります。この後、合板下地をした後にさらにブチルテープも貼ります。先ほど作った下地に合わせて風抜き穴を塞ぐための針葉樹合板をカットします。できれば同じ養業系サイディングで仕上げたいところですが、12mm サイディングが現在流通していないため、今回は構造用合板で代用します。これが一番いい。これどこのメーカーなの？カズマじゃない。ベニシベランダの品種で。表裏の計4枚をまとめてカットします。少し小さめに合板をカットしたつもりでしたが、穴が直角でなかったのでうまくはまりません。実はこのベランダ、施主様は普段全く使っていないのだそうです。間口はとても広いのですが、奥行きが750ミリほどしかなく、洗濯物を干すと壁に触れてしまうし、エアコンの室外機も設置できないとのこと。使っていないベランダに修繕費がかかってしまうのはとても心苦しい。正直なところ、今回それが私たちにとって一番の悩みどころでした。
若干壁圧に問題があったので、間柱の幅を少しだけ調整しました。245、三尺で245。5尺9寸4分や。続いて、サイディングを剥がした部分の補修をします。板状のものを切断するのに適した充電式左勝手丸ノコを持ってきたのですが、力負けしてうまく切れません。ちょっと仕事にならない。そこでいつも使っている右勝手丸ノコに同じ刃をつけて試してみると問題なく切れました。同じ 40V なのになぜだろう。そのあれ刃のバランスが悪いとか。違う刃に変えてみたりとああだこうだやりながらなんとか作業を進めていきます。やはり硬い面材は AC 電源の機械の方が向いているようですね。細かい部分は割れないように手作業で釘を打ちます。なんでや。サイディングの部分補修が終わった後、ベランダ全体に防水透湿シートを貼ります。そして外壁材を貼るための横残を打ち付けます。すごいね。仮止めだったら全然これでいいね。充電フロアタッカも活躍しました。お気に入りのスケールが落下してしまいました。普段外壁にはヒノキの 21mm の動物紙を使用していますが、今回は赤松の 15mm を使いました。少し強度に不安があるため、下地の間隔を狭くして取り付けました。今回はガルバリウムを使うため、通気はしっかり確保できます。これで大工によるベランダの修繕作業は完了です。板金職人さんがベランダの外壁をきれいに仕上げてくれました。今回は部分的な金属サイディングの仕上げということで、どうしたら既存との調和が取れるかどうかとても悩みました。でも、なんとか違和感なく収めることができたと思います。
チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。